りくちゃん、誰かにそっくりじゃない？陸流の三浦璃来選手を見て、そんな声が一気に広がりました。しかも今回は、ただ、なんとなく似てるで終わらないんです。朝ドラでも存在感を放った、あの女優さんに似ていると言われ、さらに今度は、吉本新喜劇の人気女優さんまで、再現ショットを披露。SNS では、本当にそっくり。一瞬本人かと思った。雰囲気まで似てる。と、かなりの盛り上がりを見せました。でも面白いのは、みんなが見ていたのが、ただの顔立ちだけではなかったことです。笑った顔、キリッとした表情、大舞台を終えた後の凛とした空気感。その全部を含めて、りくちゃんって印象に残る顔なんだなぁと、改めて感じた人も多かったはずです。今回は、そんな三浦璃来選手のそっくりについての話題を中心に、誰に似ていると言われたのか、なぜここまで話題になったのか、そして、見れば見るほど感じる三浦選手らしさとは何なのか、そこを気楽にテンポよく見ていきたいと思います。では、ご覧ください。第1章、最初に話題になったのは、朝ドラ女優2節。まず、最初に大きく広がったのが、三浦璃来選手って桜井ユキさんに似てないという声でした。確かに並べてイメージすると、目元のシャープさ、すっきりした輪郭、そして柔らかいのに芯のある表情。このあたりに、わかると感じる人が多かったようです。SNS でも、本当そっくり、キリッとした感じが似てる。顔だけじゃなく雰囲気も近い。といった声が目立ちました。ここで面白いのは、単純に顔のパーツが同じというより、静かなのに印象が強い。優しそうなのにどこか凛としている。そういう全体の空気感ごと似ていると感じた人が多かったことです。確かに三浦選手ってリンクの上でも普段の表情でも可愛らしさだけじゃなくてスッとした強さがありますよね。だからこそ女優さんの名前が出ても違和感がなかった。むしろ、なるほど、確かにそう見える、と納得する人が続いたんだと思います。一方、桜井ユキさんは、ものすごい偉業を成し遂げられた方なのに、もう本当にごめんなさい、みたいな、申し訳ない気持ちになりました、と心境を明かし、いつかはお会いしたいですけど、今はまだ忙しいと思うので、もうちょっと落ち着いてから、できればツーショットとか撮らせていただけたら、と控えめなラブコールを送っていました。第2章、さらに話題を加速させた新喜劇女優の再現ショット。そして、このそっくりネタをさらに加速させたのが、吉本新喜劇の森田真理子さんでした。森田さんが披露したのは、三浦璃来選手を思わせる再現ショット。これが公開されると、似すぎ。一瞬わからなかった。雰囲気までちゃんと寄せてる。と、大きな反響が集まりました。しかも森田さん自身、かなり多くのリクエストをもらっていたそうで、写真もたくさん撮って、その中から選んだと明かしています。さらに印象的だったのが、ただ見た目を寄せたのではなく、精神面から真似させていただいた、という言葉です。これ、かなり絶妙ですよね。確かに、三浦璃来選手の魅力って、髪型や顔立ちだけでは再現しきれない部分があります。競技を終えた後の表情、やりきった後の静かな余韻、そして周囲を明るくするような柔らかい空気。森田さんの再現がただのモノマネで終わらず、ちゃんと似てると受け取られたのは、そのあたりまで意識していたからかもしれません。しかも、ご本人が嫌な気持ちにならないかを気にしていたという話まで含めて、全体にリスペクトがあった。だから、見ている側も安心して笑えて、しかも納得できたのでしょう。第3章。でも、見れば見るほど、りくちゃんそのものが強い。ちなみにその他にも、ネットでざわついている、りくさんに似ている人は、
ピンクレディーの増田恵子さん、モーニング娘。の桜井里央さん、NHK の上原美月アナウンサー、韓国のガールズグループ、ウジュソニョのヨルムさんなどの名が挙がっています。ここまで、誰に似ているかを見てくると、やっぱり、リクちゃんって、リクちゃんだなと逆に思う人も多いようです。似ていると言われる人はいても、実際に映像を見れば見るほど、三浦璃来選手にしかない表情がある。例えば、演技前の集中した顔。例えば、演技後にふっとほどける笑顔。例えば、木原龍一選手の隣で見せる、優しくて頼もしい空気。このあたりって、写真一枚では伝わりきらない、三浦選手ならではの魅力ですよね。特に、陸流を見続けている人ほど、三浦選手の魅力は、可愛いだけじゃないと知っています。小柄なのに存在感がある。静かそうに見えて、本番では強い。柔らかいのに、芯がぶれない。だから、誰かに似てるという入り口から入っても、最後はだんだん、やっぱり、りくちゃんの表情って独特だなぁ。りくちゃんって、見れば見るほど印象に残るなぁ。というところに戻ってくるんです。つまり今回の、そっくりネタは、三浦璃来選手の顔が印象的だからこそ、成立した話題でもあるんですよね。誰かに似ていると言われるくらい、人の記憶に残る。でも最後は、本人の個性の方がちゃんと勝つ。そこが、今回一番面白いところかもしれません。第4章、陸流だからこそ、こういう話題まで明るく広がる。そしてもう一つ感じるのは、これが、陸流だからこそ、明るい話題として広がったということです。もしこれが、どこかピリついた雰囲気の選手だったら、ここまで温かくは広がらなかったかもしれません。でも、陸流には、見ている人を、自然に笑顔にさせる空気があります。木原龍一選手の親しみやすさ、三浦璃来選手の透明感、そして二人が一緒にいる時の、どこかほっとするような空気感。だからこそ、そっくりというちょっとしたネタでも嫌な方向に転がらず、わかる。確かに似てる。でもやっぱり本人が一番いい、という気持ちのいい盛り上がり方になったのでしょう。しかも、日本ペア史上初の金メダルという歴史的な快挙の後だったからこそ、普段よりもっと多くの人が三浦選手の表情を見ていた。あの感動の後に、こういうちょっと楽しい話題が広がる。それもまた、陸流がたくさんの人に愛されている証拠なのかもしれません。今回は、三浦璃来選手のそっくりについての話題を見てきました。大きな話題になりましたが、最後に残るのは、やっぱりこの感想です。似てるのは確か。でも、見れば見るほど、りくちゃんは、りくちゃん。その表情、その空気、その凛とした雰囲気は、誰かに重なるようでいて、やっぱり唯一無二なんですよね。だからこそ、ちょっとした、そっくりネタ一つでも、こんなに多くの人が反応した。それだけ三浦璃来選手が、今多くの人の心に残る存在になっている、ということなのかもしれません。そして、こういう明るい話題まで、自然に広がっていくところにも、陸流の愛され力が現れています。皆さんは、三浦璃来選手、誰に似ていると思いましたか？それとも、やっぱり、りくちゃんそのものが一番しっくりきますか？次回は、木原龍一選手って誰かに似てる？編。見れば見るほど、これ似てるというより、もうリアルでは？そんな声が出てきて、SNS をざわつかせています。ぜひ、続けてご覧ください。いいねと、チャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。メンバーシップも、ぜひ応援いただけると、とても励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。